合わせ目消しの基本教えます。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所です。今回の動画はガンプラ製作の完成度をぐっと引き上げる重要なテクニック、合わせ目消しについて徹底解説していきます。合わせ目消しって聞くとなんだか難しそう、めんどくさそうって思う人も多いかもしれません。しかも接着剤を使うだなんて失敗しそうで怖い、そう思う人もいるでしょう。大丈夫。今回の動画では初心者の方でも失敗しない合わせ目消しの基本からさらに美しく仕上げるポイントまで全てお伝えします。全体の流れとしては、合わせ目とは合わせ目消しに必要な道具、実演を交えながらの基本的な手順、注意点、最後に伝えておきたいことという感じです。特に必要道具の部分は私のこだわりを含めた熱い内容になっております。ぜひ最後まで見ていってくださいね。まずはそもそも合わせ目って何っていうところから説明します。ガンプラのパーツは左右や上下のパーツを組み合わせて作られてますよね。このパーツとパーツを組み合わせた時にできる線、つなぎ目のことですね。これを合わせ目と呼びます。ガンプラは基本的に接着剤を使わずに組むことができるんですけど、パーツの構造上どうしてもこの合わせ目が発生してしまう場所があるんですね。特に気にしないよっていう方はもちろんそのままでもいいんですが、全塗装をやってオリジナルの作品を作るぜなんていう方は完成度を高めるということに重きを置いていると思いますので、本来のキャラクターデザインでは発生しない合わせ目とかが気になってくるんじゃないかなと思います。特に腕や足、このように武器など円筒形のパーツによく見られます。で、こちらが私が過去にガンプラ塗装を始めた頃に作成したハンブラビっていう機体なんですけど、その当時は合わせ目なんて気にしてねえよっていうスタンスで素組みをしていたので、いざ塗装し終わってみると、ちょっとこのギラギラの塗装で分かりにくいんですけど、このように合わせ目が気になってしまって、やっておけばよかったなーってなったのはいい思い出ですね。あとはこういう肩の部分とか、ここもちょっと終わってみた後にちょっと気になるなーっていう感じですね。で、合わせ目を消すことでまるで一つの塊から削り出したかのような非常に自然で美しい仕上がりになります。こちらは最近塗装したハッサムなんですけど、ここにね、大きな合わせ目があったんですよ。でもこう頑張って消しまして塗装して全くわからないようになってますね。このような感じです。ちょっと脱線しましたが、合わせ目というものについての説明は以上になります。次に合わせ目に必要な道具を紹介します。まずは必須アイテムを3つ紹介します。まず1つ目がタミヤセメントの流し込みタイプです。こちらはパーツを接着するための液状の接着剤です。合わせ目消しにはこの流し込みタイプが非常に便利です。この蓋が緑のやつですね。一般的には蓋が白色のこちらがおすすめされることが多いんですけど、乾燥にめちゃくちゃ時間がかかって作業が遅れてしまうんで、私はより早く乾く緑色の蓋の速乾タイプのものを好んで使っています。決してね、これが悪いっていうわけじゃないんですよ。固まるまでの体感時間なんですけど、白色の瓶のこちらの方だと半日から1日は置かないとちょっと次の工程に進むのが不安かなっていう感じです。そしてこちらの緑色の蓋の速乾タイプの方はだいたい3時間ぐらいあれば固まるかなという感じではあります。でも時間に余裕がある場合は緑蓋の速乾タイプの場合でも6時間から半日ぐらいは置いた方が安心です。一つ目の必須アイテムはタミヤセメントでした。次に必須アイテム2つ目はこちら、デザインナイフです。はみ出した接着剤や合わせ目を削るのに使います。こちらはゲート処理の時に使っているものと同じものを使っています。ゲート処理についての解説動画も上げておりますので、この後ぜひご覧ください。デザインナイフって聞くと、刃を取り外して交換するようなタイプ、そういうのを想像する人多いと思うんですけど、この文房具屋とかで売ってるこれで全然問題ないですね。刃がスッとしまえて安心安全ですし、机に置いても転がりません。しかも値段が安い。2つ目の必須アイテムはデザインナイフでした。
次に必須アイテム3つ目は、こちら。ヤスリです。接着剤が硬化した後の表面を滑らかにするための道具です。基本的には番手が400、600、800、1000この4つがあればある程度対応できると思います。私はゴッドハンドの紙安の 10mm やつを使っています。これですね。というかこれしか使ってないぐらいめちゃめちゃ使いやすいです。平面を削るもよし、曲面を削るもよし、ぜひ皆さんにも使っていただきたいです。3つ目の必須アイテムはヤスリでした。次にあると便利なアイテムを紹介します。まず1つ目がこのマジスクです。これはデザインナイフとの使い分けで使う道具で、セラミックの刃がついたナイフです。で、これの何がいいかっていうと、合わせ目の時に出るバリをカンナ掛けするように除去することがあるんですけど、こちらデザインナイフだと刃の厚みが薄いので、バリに刃が負けてしまって綺麗に除去しにくいことがあるんです。なんかこう刃がガタガタガタってこう震える感じで、そこでこのマジスクなんですけど、刃が分厚くて刃が震えないんですね。震えないので、鰹節を削るように綺麗に作業できるんですね。はい、ちょっと適当なパーツでやってみるんですけど、このような感じで削れます。削り粉も鰹節みたいですね。ちなみにこれをデザインナイフでやると、できなくはないんですけど、こういう風にこう切削面が波打っちゃう時があるんですね。なのでこういうところはマジスクでやると、はい、このように綺麗にできるわけですね。あとは C 面。C 面っていうのはこの角の部分にある面ですね。ここを綺麗に平らにするのにもとても便利です。ちょっとやってみましょう。今軽くやってみるとこんな感じですね。デザインナイフだとこれが結構難しいんですよ。2000円ちょいとデザインナイフよりは高いんですけど、1回買ったらほぼ壊れないのでずっと使えますし、他にも色々と使えて本当に大好きなアイテムなので、今度このマジスクを深掘りした動画も出そうと思っています。はい。ということで、一つ目のあると便利なアイテムはマジスクでした。続いてあると便利なアイテム二つ目がこちら、瞬間接着剤です。先ほどの流し込みのタミヤセメントだけでもいけるっちゃいけるんですけど、たまーに作業がうまくいってなくて隙間が空いてしまうことがあります。これとか実はそうなんですけど、そんな時にはこの瞬間接着剤で隙間を埋めることができます。例えばこのパーツなんかヤスリがけをちょっと必要以上にしてしまってですね、ちょっとこう平らじゃなくて若干このエッジの部分が丸くなってるのがわかると思います。ここに流し込みをやってもこの丸まった部分は消えないんですね。そういう時にこのような接着剤を盛るっていう風に使います。そして私はこちらのタミヤのイージーサンディングという製品を使っています。こちらのタミヤセメントで隙間を埋めようとしてもう一度塗ってみても、パーツ表面にさーっと広がるだけで隙間はそのまんまなんですよね。そしてこの接着剤少し粘り気があるので、隙間にパテを塗って埋めるようにリカバリーすることができます。二つ目のあると便利なアイテムは瞬間接着剤でした。はい、続きましてあると便利なアイテム三つ目がこちら、筋彫り道具ですね。溝を彫り直す道具で、彫刻刀の平刀の超ちっちゃい版みたいな道具です。おすすめの幅なんですけど、ガンプラをやるなら 0.15mm がおすすめです。こういうバズーカみたいなパーツを合わせ目消しすると、ディティールがバリで侵食されてしまいます。これをヤスリとかで整えても、まだ溝にバリが埋まっているので、これを除去するときに活躍します。こんな感じで使います。他にも墨入れをしやすくするためにディティールを彫り直したり、特にキャンディ塗装を行いたい人たち。キャンディ塗装は塗膜を厚く仕上げる性質上、ディティールが塗料で埋まりがちなので必須ツールと言っても過言ではありません。話が逸れてしまいましたが、私はいろいろ筋彫りタガネを持ってるんですけど、どれも大差なく使いやすいです。強いて言えば刃の幅を差し替えで変更できるファンテックの筋彫りカーバイトがおすすめです。
0.15mm がおすすめですが、他の幅も使いたくなる時があるかもしれませんので。ということで、3つ目のあると便利なアイテムは、筋彫り道具でした。以上、これらの道具は模型店や通販サイトで簡単に手に入れることができます。Amazon で買うと安いので、概要欄の Amazon リンクからぜひ試してみてください。後悔はさせません。それでは合わせ目消しについて実演を交えながら注意点やテクニックを解説していきます。今回はこのガンプラ ZAK-1 の足パーツを使って説明していきます。合わせ目の大まかな手順としては、パーツを接着して接着針を除去してヤスリ掛けで表面を整えるといった感じです。はい。まずは合わせ目のある場所を確認しましょう。このパーツで言うと、ここと裏側のここですね。こちらです。そして次に、ここの合わせ目の隙間を少し開けます。この時、狭すぎても広すぎてもダメなので、適度な隙間を開ける必要があります。そこでちょっとしたコツをお教えします。それは、その辺にある紙を挟んで、隙間を作っちゃうということです。ちょうどこのスポンジヤスリを買った時についてきた、こちらの台紙を使っちゃいます。学校の先生から、まずあるもので何とかせよと教えられたのはいい経験です。そしてこちらを挟みながらパーツを閉じます。こちら側も挟み込んでパーツを閉じます。そしてこの紙を取ると、特に深く考えなくてもベストな隙間が出来上がっています。そして次に流し込みタイプの接着剤をパーツの合わせ目に流し込んでいきます。こちらは蓋に筆がついているので、筆先をちょんと隙間に当てていきます。では、いきます。すると、毛細管現象で隙間に流れ込んでいくわけですね。反対側も行きましょう。接着剤を塗り終わったら、パーツをしっかりと押し付けていきます。すると接着剤によって溶けたプラスチックがむにゅっと出てくるんですね。ただしこの時の注意点として、接着剤が指につかないように注意しましょう。その指で違うところを触ってしまっては大変ですからね。そしてこれが合わせ目に隙間なくむにゅしているのが理想的な状態です。よく観察してみると、綺麗にむにゅってしてるように見えますけど、ちょっとこの辺りですね、この端っこの部分、ちょっとどうやらここがむにゅしきれていなかったような気がするので、こういう場合に先ほどのイージーサンディング、こちらを使ってですね、ちょっと不安な隙間を埋めます。ちょっと出過ぎてしまったんですけど、このような感じですね。そして乾燥に時間がかかるのでしばらく待ちましょう。むにゅっとはみ出した部分をすぐに触ってはいけませんよ。先ほども言ったんですけど、最低3時間、できれば6時間ぐらいは乾燥させた方が安心かなという感じです。待つこともプラモデルにおいては大事な作業です。もしこの時に他の部分も観察して気になる隙間があるようでしたら、先ほどのイージーサンディング、こちらを使って隙間を埋めておきましょう。はい。そして同じ手順で合わせ目消しをしまして、6時間程度経ったものがこちらです。料理番組みたいになってしまいましたが、はい。このように爪でガリガリやっても、硬いですね。ちゃんと乾燥しました。中の部分も固まってそうですね。はい。続いて、こちらのバリをまず除去していきましょう。まずはデザインナイフを使ってゲート跡を除去するかのようにこそぎ取っていきます。実際この後にさらにヤスリ掛けを行うので大体で大丈夫です。ここで気をつけることはカッターで大きな傷をつけないように気をつけてください。ここまでバリ取りを行いました。続いてヤスリ掛けをして表面を慣らしていきます。まずはヤスリの400番を使って表面を慣らしていきます。この時に番手の粗い400番でしっかりと引っかかりがなくなるまでヤスリで磨いていきます。そしてヤスリで削ってて
合わせ目がちょっとずれてしまったがために、このようにヤスリがかからない場所が出てくることがあるんですね。ヤスリでこれをガリガリやると結構時間かかってしまうので、こういう時に便利なアイテムが、こちら、先ほどのマジスクですね。こちらを使って平らになるようにカンナ掛けしていきます。という感じで、マジスクを使ってここまで綺麗になりました。あとは同じように400番で表面を整えて、このように、へこんだ部分はなくなりました。そして400番で表面を平らにしたら、少しずつ600番、800番、1000番という風に番手を上げていって、ヤスリでできた傷を消していきます。まずは600番。続いて800番。最後に1000番。この時に水で濡らして水研ぎをすると粉が舞いにくくて作業しやすいです。ヤスリ掛けが終わったら一度パーツを水洗いして削りカスを落とします。ではちょっと洗ってきます。洗ってきました。そしてキッチンペーパーやタオルで水気を拭き取って乾かしていきます。乾かしてから光に当てるとどうでしょう。ここに合わせ目があったんだなっていう色味の違いはありますけれども、引っかかりなく一つのパーツのようになっています。もしこの時にですね、隙間が空いちゃったとか、合わせ目の隙間が残っているなっていう場所があれば、こちらの流し込みタイプの接着剤ではなく、こちらのイージーサンディングの方を使って隙間を埋めるようにもう一度作業を繰り返してみてください。パテ盛りをするような感覚に近いと思います。この場合だと、ここが少しちょっと気になりますかね。ここはちょっとヤスリ掛けで除去してみましょう。まずは400番でざっくり削っていって、600番、800番、1000番で整えていきます。この通り修正が完了しました。ちょっとここでサーフェーサーを吹いて表面にムラがないか確認してみましょうか。サーフェーサーを吹いてきました。綺麗にできてますね。この上に塗装していけば元から一つのパーツだったかのように仕上がります。以上が合わせ目消しの具体的なやり方とテクニックになります。最後に合わせ目消しを成功させるための注意点を3つお伝えします。まず1つ目は接着剤のつけすぎに注意です。接着剤をつけすぎてしまうと、このようにですね、パーツが溶けすぎて形が崩れてしまうことがあります。こちらがちょうどいいぐらいの接着剤の量になりますね。特に流し込みタイプはサラサラしているので、接着部分以外に流れていかないように注意しましょう。2つ目が乾燥時間はしっかりと確保するです。実はこれが一番重要です。私は今回動画のために短時間で作業しましたが、もう大丈夫かなと思っても念のためもう半日ほど放置してみるくらいの気持ちで、焦って次の作業に進むと後から合わせ目が浮き出てきて余計に時間がかかるなんてこともありますからね。注意点3つ目は、ヤスリ掛けは焦らず丁寧にです。一気に削ろうとせずに少しずつ様子を見ながら進めてください。また、ヤスリ掛けの際はこのようなパーツのモールドを消してしまわないように注意しましょう。いかがでしたでしょうか？今回はガンプラの合わせ目消しについて基本的な方法からテクニックまで詳しく解説しました。完璧な合わせ目消しはガンプラの完成度を飛躍的に向上させてくれます。慣れるまでは実際に作業していかないといけないので少し時間がかかるかもしれませんが、ぜひ紹介した手順を参考に皆さんのガンプラ製作で挑戦してみてください。もし練習をしたいのであれば入手しやすくて価格も安いポケプラなんかをおすすめします。ポケモンのプラモデルですね。このハッサムなんか至るところに合わせ目が出る。それでいて合わせ目の消しやすい位置にあるんで、初めての合わせ目消しにはもってこいのキットなのでぜひ遊んでみてほしいです。こちらの全塗装動画で実際に作業しておりますのでぜひご覧ください。
また、今回のやり方が全てではないと思いますので、皆さんのおすすめの合わせ目消しの方法がありましたら、ぜひコメントで教えてください。皆様のガンプラライフがより豊かなものになるよう、これからも一緒にテクニックを磨いていきましょう。今回の動画が役に立った、他のプラモデルの作業の持論についても聞きたいという方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。最近ハイプという応援機能がスマホに追加されまして、コメント欄を左右にスライドすると出てきます。動画を閉じて開いてっていう風にすれば、一つの動画に3回スワイプすることができるので、ぜひこちらもやってみて応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。